皆さんは心ゆくまでカニを剥き続ける至福の満腹コテージ泊をご存知ですか？周りに気兼ねなく過ごせるこのコテージが最高で、我が家のようにのんびりとくつろげる広々空間。名湯で体を整えたらいよいよ最強のカニ合戦です。テーブルを埋め尽くす本日の主役はカニ天国です。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は岡山県美作市の湯の郷温泉にある高台に佇む緑の特等席リゾートイン湯の郷です。湯の郷温泉は馴染み深い場所で何度も訪れていますので、過去にご紹介した旅館もぜひ覗いていただけると嬉しいです。車の場合は中国自動車道の美作インターから約10分、公共交通機関の場合 JR 紀新線の林野駅からタクシーで約5分です。詳しくはホームページやこの動画の説明欄をご覧ください。リゾートイン湯の郷さんの大きな看板が見えたら到着です。駐車場は間隔も広く30台も収容可能なので安心ですね。そこには EV ステーションも完備で急速充電が可能。電気自動車などをご利用の方にはとても嬉しい設備です。その隣にはドッグランも併設されています。コテージ泊の場合はなんとペットとの宿泊が可能。愛犬と一緒に楽しい時間を満喫できそうですね。リゾートイン湯の郷さんはペンション&コテージのお宿。コテージの他にシングルからトリプルに和洋室まであり、さまざまなニーズに合わせてお部屋を選べるのが魅力です。階段を上がってまず気になったのが温泉といえば足湯。これがあると温泉宿に来たと実感します。タオルが置いてあるのもポイントが高いですね。何気にアヒルちゃんもかわいい。足湯のすぐ目の前には広々としたテラスが広がっていて、夏の天気のいい日はこのテラスでバーベキューが大人気だそうです。また釣り竿の貸し出しもあり、近くの池でバス釣りまで楽しめます。大人も子供も夢中になれること間違いなしですね。それではアットホームな館内へと進みましょう。こちらが館内の様子です。外観にマッチした落ち着くような空間が広がっています。入り口のすぐ横には売店コーナーがあって、お土産や雑貨など気になるアイテムがぎゅっと詰まっています。湯上がりに食べたくなるアイスクリームもあるのが嬉しくて、ついつい夜食のお菓子やカップ麺にも手が伸びそうです。湯の郷温泉のキャラクター温泉娘のお出迎えもあり、ちょっと贅沢なお酒があるのも嬉しいポイントですね。フロント横にはリゾートイン湯の郷さんの案内板。館内の様子が一目でわかるようになっています。こちらは浴衣とアメニティコーナー。大人と子供のそれぞれのサイズが取り揃えられていて、シャンプー類の貸し出しもありました。その近くの階段横には自販機が置かれています。ジュースはもちろんお酒も充実なのが最高です。他にも喫茶ルームという憩いのスペースがあり、アイスペールに氷を入れて持ち運ぶことができます。電子レンジやコーヒーマシンが使用できるのもいいですね。個人的にテンションが上がったのがたくさんの貸し出しゲーム。大人も子供も熱中して時間が経つのも早いです。至れり尽くせりのサービスが詰まったゆったりできるロビーフロアでした。それでは気になるお部屋へ早速向かいましょう。自販機横の階段を上がり2階を通ります。残念ながら愛犬はお留守番ですが、今回もコテージを予約しました。2階から中庭に出るとそこに全6棟のコテージがあります。
今回私が宿泊するのは303号室のお部屋。1棟を貸し切って利用できるので、隣との間隔もあり、周りを気にせず自分だけの時間を満喫できそうです。ワクワクしつつお部屋に入ってみましょう。扉を開けると木の香りとともに広がる見事な開放感。この贅沢な広さは視界に入った瞬間テンションが上がります。早速この広々としたリビングから見ていきましょう。まず気になったのがこの大きすぎるテレビ。60インチ以上はありそうな大画面で迫力がすごいですね。テレビの下にはバスタオルにフェイスタオル、右側にはおしゃれなグラスやマグカップが並び、地元の美作番茶が用意されているのも嬉しいポイントです。その下にはフロント直通電話や虫除け対策もしっかりと完備。さらにポットや厳重そうなセーフティーボックスが備えられて、一番下の段には浴衣や茶羽織がまとめられていました。お部屋の真ん中にはゆったりとくつろげる大きなソファー。その前には嬉しいことにこたつが用意されています。大きなテレビが見やすくて最高の組み合わせですね。まだ肌寒い時期だったので石油ファンヒーターがあるのも嬉しいポイントでした。ソファーのすぐ後ろには小上がりの寝室スペースがあり、ロータイプのベッドが3台並んでいました。ふかふかのお布団に毛布も用意されていて、木のぬくもりに包まれながら朝までぐっすり眠れました。さらにもう一つのお部屋にはシングルベッドが2台あり、寝室が別々なのでグループでも気兼ねなく過ごせますね。今度はテレビの右側奥を見てみましょう。そこにはクローゼットと冷蔵庫があり、冷蔵庫は大きめで持ち込みもしっかり入りそうですね。その奥に見える扉を開けるとユニットバスがありました。大浴場があるので利用する機会は少ないかもしれませんが、お部屋にもバスルームがあるといざという時安心ですね。もちろんシャンプー類は完備されていました。ちなみにテレビは YouTube などを見ることができます。インフォメーションブックには様々なサービスが書かれていて、無料から有料まで幅広く利用できるみたいです。レジャーから夜食といったいろんな楽しみ方が書かれていますので、来るたびに印象の違う魅力たっぷりな宿泊ができそうですね。最後に部屋の外には一脚の椅子が置いてあり、のんびりと外の景色を望むことができました。広々ゆったりとできるコテージだったので、少しでも気になった方にぜひおすすめできるお部屋でした。続いてはリゾートイン湯の郷さんの大浴場のご紹介です。ルートが2通りあり、今回は少し屋根のない道を通りましたが、雨に濡れないルートもあるので安心してくださいね。階段を降りてすぐのこちらが女湯の入り口です。ちなみに入り口前には自販機が設置されていて、嬉しいことにお酒類のラインナップもありました。ちなみにですが外にも自販機が2台あってお酒はありませんが、ラインナップはここが一番多かったです。少し奥にはカラオケルームが完備。インフォメーションブックにも書かれていましたが、フロントにて1時間1600円で予約できるみたいです。ちょっと脱線しちゃいましたが、気を取り直して男湯の方も見てみましょう。少し歩いてドアを開ければすぐに男湯の入り口です。ちなみに男女での入れ替えはないみたいなので注意してください。リゾートイン湯の郷さんの温泉はなんと24時間利用可能。使ってみると肌にすっと馴染むようなしっとり感が最高で、
男湯にあるヒノキのサウナでは水風呂も併設されています。まさに整うための素敵な空間ですね。疲労回復や肩こりといった効能だけじゃなく、女湯限定のシルキー露天風呂では美肌効果も期待できちゃう。男女それぞれに素敵な特徴があり、何度でも入りに来てしまうすごく癒しの大浴場でした。綺麗にライトアップされた中庭を通り、待ちに待ちすぎたお待ちかねの夕食です。この日のために仕事を頑張ったと言っても過言ではないほど、リゾートイン湯の郷さんの夕食を楽しみにしていました。ちなみに1回目の動画と同じ食事プランなので、過去作を超える美味しそうをお届けできるよう頑張ります。階段から1階へ降りると食事会場はもう目の前です。今回は11人になる大人数での宿泊だったので、嬉しいことに広間を用意していただけました。これなら多少騒がしくても安心ですね。さあ、ここからは本気で食べる時間です。本日の夕食は純粋にカニを楽しめちゃうリゾートイン湯の郷名物90分カニ食べ放題プラン。その前にお出迎えしてくれたのはたっぷりのサラダ。カニの合間に食べるとお口がさっぱりしてよかったです。続いてすぐに運ばれてきたのがカニ味噌とカニグラタン。こちらもプランについてくる一品で甲羅に入っているので、見た目からもめちゃくちゃ美味しそうです。カニ味噌は濃厚でしたが食べやすくて、グラタンもカニのうまみが凝縮されていました。メインの前に乾杯するために欲しくなるのはやっぱりお酒。まず最初はビールという当チャンネルは基本に忠実です。乾杯。絵力のすごすぎるお盆いっぱいに盛られたボイルのカニ。私好みの素敵な塩味のせいでカニを取る手が止まりません。カニ好きの精鋭が10人いるのもあり、どんどん減っていきますが、追加で頼めばすぐに復活します。そしてお鍋も味わえちゃう飽きのこない食べ放題は、お出汁をまとったお色直しで違った味も楽しめたのが最高。このお出汁のうまみにカニのうまみがプラスされていき、食べれば食べるほどに温まって美味しかったです。ちなみにこちらもカニを無限に足せます。やはりカニといえば日本酒は必須アイテムでしょう。まさに名コンビだと思っています。お子様用に別注で追加注文した揚げ物たち。こういうメニューがあるとカニが苦手な人も助かりますね。どんどんとカニを食べていると天ぷらがやってきました。グラタンなどと同じで1人1品ついてきて、カニの天ぷらまでサクサク揚げたてでとても美味しかったです。これだけ素晴らしいお料理だとやっぱりお酒が止まりません。気がついたらハイボールも頼んでいました。カニ味噌にディップしたりと次から次へとお腹に入っていき、とうとう今宵の宴の最後のお楽しみの時間。濃厚なカニのエキスが存分に出たカニ雑炊のターンです。食べ放題の特権カニ身をたっぷりと追加しちゃって、究極のカニ雑炊がまさに締めくくりにふさわしい一品です。思う存分カニを満喫した夜にごちそうさまでした。これでもかというぐらいカニを満喫しましたが、翌朝になると不思議とお腹は空くものですね。リゾートイン湯の郷さんは朝食も本当に美味しいので、ぜひ味わってほしい一食だと思います。大丈夫ですかね。
座敷大丈夫です。朝食は同じ会場で大人数ということもあり、座敷に案内していただきました。まずこちらが基本の朝食になります。ほうれん草のおひたしに食べ応えのあるハムが2枚、焼き鮭がすごく分厚くてとても贅沢じゃないですか。もちろんこれだけじゃなくて半ビュッフェ形式なので充実です。カニ食べ放題で終わらずに朝食も取り放題なのは素敵ですね。ヤクルトやヨーグルトに加え充実のドリンクコーナー、コーヒーもあり、リンゴ酢が2種類もありました。パン類はハイガロールにクロワッサンとロールパン、もちろんトースターも完備です。私の大好きな卵かけご飯は醤油も含めて岡山産。隣には朝食の定番納豆と味のりもありました。サラダ類も嬉しい5種類が取り揃えられていて、ついつい食べてしまう浅漬けも取り放題。お味噌汁は豊富なトッピングでなめこ汁も作れちゃう。日本人のソウルフード、白ご飯は絶対に欲しい私です。お腹の空き具合に合わせて欲しい分だけ取れる朝食。食べ過ぎ注意報を無視して自分の欲望のまま取ります。こちらが私チョイスの欲望でできた朝食御膳です。たっぷりと入れたご飯はこの卵のための前工程。混ぜて醤油をかけるだけで約束されたお味です。食後にコーヒーを入れて飲むのがまさに至福の時間で、それと合わせて食べたヨーグルトも朝の胃に優しかったです。寝起きに大満足の朝食をごちそうさまでした。今回は湯の郷温泉にあるリゾートイン湯の郷さんをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。チャンネル初の2度目の動画になるほど魅力的で、ワンちゃん OK なコテージはとても綺麗なお部屋でした。そして極めつけは冬季限定のカニ食べ放題プラン。お鍋や天ぷらまで食べられるので、まさにカニの楽園。温泉もお肌すべすべになり、私にとってリピート必至でした。そんな今回の宿泊料金は土曜日のコテージ1棟に大人5人で大人1人当たり約15,400円でした。今回はたまたま安い日があり、それを予約できたので、実際の料金は旅行サイトやホームページでご確認ください。バーベキューやすき焼きなど素敵なプランも多いので、気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。